コンコン、学一中入ります。何々先輩ご用がたまりましたってこうやって開けて、パッと入るわけですよ。でそれはほぼヤクザ映画です。一応いやいや。今日の黒帯ワールドは中達也先生と西冬彦監督の対談。中先生が書いた本の世界配信記念企画です。今回は拓大空手部時代と空手協会に入ってからの話です。拓殖大学の空手道部に行きたいって時に親に反対されませんでした？親は反対しなかったですけどね、おばあちゃんが反対しましたね。あんなとこ行くんじゃないって言われました。あんなとこね。あんなとこ、地元ですからね。よく知ってますから。はい。覚えてますよ。よりによってなんで拓大なんか行くんだって言われましたね。でもそこはでも拓大では順調に入って。そうですね。1年の時から選手として使っていただきまして、はい。いろんな経験させていただきましたね。でも40名ぐらいいましたからね。でみんな強いですからね。みんな猛者ですから。で僕ら寮だったんですよ。それで空手部、相撲部、柔道部、剣道部、レスリング、ボクシングって6つのこの武道格闘技のクラブが集まってますからね。そういう映画に出てきた本当ですかね。寮で全部がそういう武道と格闘技ってそういうなんか漫画みたいじゃないですか。いや、それやっぱみんな地方からそういうやっぱ強くなりたい連中集まってますからね。嫌だっつっていけないけど独特の雰囲気ですよね。はい。そうですね。そうですやっぱり。全員押すっていうわけです。また気の強いのも多いですしね。はい。まああそこで揉まれたのがいい経験になったですね。ここ空手道部の中での先輩後輩の関係っていうのはかなり厳しい。もちろんですもちろんです。僕ら喋っていいのは2年生までですよね。3年生4年生には声かけちゃいけませんからね。声かけちゃいけないっていう。そうそう。後輩から声かけちゃいけないんです。先輩から言われたら初めて答えるっていう。例えばそれはボクシング部の3年生とかに声かけとかも同じなんですか？もちろんですもちろんです。他の部の3年生とかにも声かけちゃいけないんですか？はい。まだ声かけやすかったですけどね。声かけたことはないですけど。今でもそうなんですか？今はもう全然違うでしょう。今は全く違うと思います。で僕らと携帯なんかないでしょ。だから当番っているわけですよ。で起きてなきゃいけないですよ。で電話はどんな夜中でも朝方でもリンリンリン3回以内でなきゃいけないんですよ。だからもう当番ずっと寝ないで待ってなきゃいけないんですよ。何かあったらすぐ。で先輩に「おーい」って言われたら「おーす」ってすぐ行かなきゃいけないんで、どこの部屋か分かんないじゃないですか。「おーい」って言われたらもうそれをちゃんとこの部屋だコンコン。で入り方もあるんですから、尊敬してコンコン。僕だったらコンコン、学一中入ります。何々先輩ご用がたまりましたってこうやって開けてパッと入るわけですよ。でそれはほぼヤクザ映画です。いやいやいや。今の情景だけと。もう礼儀正しいですよ僕らの。礼儀正しいといえば礼儀正しいけど。すごいですね。いやすごい世界でしたよ。でもそこで1年頑張って2年3年とこうね上がっていくっていうのってのは相当なモチベーションがないと。でも僕高校時代もそうだったんですけど、高校時代って家から通ってるじゃないですか。家帰ると何時間かなんですか元の生活戻っちゃうじゃないですか。そこで行きたくないなとか出てきちゃうんですよ。ああまた今日練習きつい嫌だなとか。でも寮だと全員が同じ環境ですし、それはなくなるんですよね。まあ寮の方が精神的には楽だったですね。きついんでしょうけど僕は楽だったですね。みんな同じ環境ですし、泣き言も言えないじゃないですか誰も。はい。みんなが同じなんで。野川先生はこの大学出た後に日本空手業界に入られましたけれども、あれはなんかスカウトされたと？いやいやそれはないですよ。はい。僕らも特に教会の段持ってなかったですからね。はい。研修生の試験を受けるのも2段持ってなきゃ受けられなかったですから。例えばこう普通の会社とかね、どっから行きましたよ。会社来ないかってありましたよ。ですよね。結構受けましたよ。受けたんだ。はい。で興味ないからそれこそ寝てましたよ。しょうがないなと受けに行ったとか言って。先輩から言われたから受けに行った。はい。興味なかったんですか？興味なかったですね。普通の社会で働くってことは想像もしなかった。しなかったですね。本当に？はい。本当です。もう空手で生計を立てるって言ったら。いやそんなこと考えてないですよ。そう深くは。ただ強くなりたい、まだ強くなりたいっていう、まだやりたいっていう。例えばあの頃ってやっぱりさっきもお話出ましたけど、他のね格闘技とか結構ボクシングとか、例えば K1 とかね、いろんなあったじゃないですか。
ああいうところに行ってみたいとか誘われたりとかはなかった？なかったです。だから僕らの時まだそのキックボクシングとかマーシャルアーツだけだったですからね。あ、そうでしたっけ？僕らはもっと30ぐらいですかね。30過ぎてから、それから K1 とか出てきましたからね。はい。若い時だったら。社会人になってからですね。そうですね。はい。で、僕らの時まだキックボクシングもちょっと暗いイメージだったじゃないですか。はい。確かそんな明るいイメージないですかに。らね。でも極真空手とかはやっぱすごい人気が、はいはい漫画もあったし、映画もあったし。僕らの時ちょうどその世代ですからね、一緒ですから。極真空手の人たちとは、なんか交流とか。なかったですね。ただあれですよね、やっぱり向こうも強さ求めてるじゃないですか。だから負けたくないっていうのがありましたね。だからそのモチベーションの一部にはなってますよね。同じ男だし、同じ年頃だしって。特にね、緑先生とかはどんどんね、あの時正さんそういう人いっぱいいましたからね。たちが黄金期をね。そうです、黄金期ですよね。ね、はい、ちょうど同じ世代なんで、もう頑張らなきゃなっていうモチベーションになりましたね、もちろん。はい。そういう中で、日本空手協会に入られて、で、やっぱ中先生でも、若い頃から合気道とかね、はいはい他の武道とかを結構学ぼうとしたと。で、これって僕すごい珍しいなと思うんですね。他のいろんな武道家の人と僕いろいろお付き合いするじゃないですか、はい、話。でもやっぱりある程度年齢を経てから皆さん他の武道とか武術とかを学ぼうとか、参考になるんじゃないかなってやる人は結構聞くんですけれども、実際競技の選手だったりした時に他の他武道とかを学んだり交流したっていう人とかはあんまり見たことがないですよ。とにかくその競技で勝つよりも強くなりたい、そのルールの中で勝つことよりも本当に強くなりたい、もっとだから何でもかんでも吸収したい、なんかヒントにならないかなって、もう貪欲ですよね。本当に何でも吸収勉強になるかなと貪欲です。そのテクニックの勝つためのテクニックじゃなくて、本当にどんなのが来たって負けないんだみたいな、何やっても負けないんだみたいな、昔の仮面ライダーとかあったじゃないですか。漫画チックですけど、そういう本当強さですね、試合の強さじゃなくて。それに憧れましたから。そういう思考っていうのは、考え方っていうのは中先生特有のものだったのか当時、それとも日本空手協会の人たちはそういう考え方だった？昔はみんなそうじゃないですか。昔やっぱ今は分かりませんけど、昔空手やるっていうとやっぱりその理由としては喧嘩に強くなりたいとか、そっちですよね。その精神的にどうたらこうたなんて考えてないですよ。若い時はみんな喧嘩強くなりたいって。今いないでしょ。その選手の人たちってどうしても毎年1回全国大会があって、試合で、やはりどんな流派の人やどんな武道格闘技の人も試合だけの向けての練習しかしなくなるっていうじゃないですか。そうですよね。でも中先生たちの場合はちょっと違う。僕は違いましたね。もういろんな武道に興味ありましたしね。はい。テコンドーが来た時はテコンドーの試合も見に行きましたしね。はい。いろんなの見に行きました。大道塾の試合見に行きましたし、若い時から。その時はありとあらゆる試合見に行きました。どちらかどうですか、どんな感じでああって感じで行くんですか、それともすいませんって感じで行く？いやそんなどっちでもないですよ、普通に。なんかほら何人かで行くとなんかいつも一人だったんですか？大したことねえなみたいな。いやいや、一人ですか？いつも一人ですよ。すごいですね、中先生。探求家だったんですね、その頃。なんですか、そういう言葉は知らなかったですけどね。ただ好きなだけ、強くなりたい、なんか参考にならないかなみたいな、どうしたらいいかなみたいな。で実際日本空手協会ではいわゆる自稽古って言われる本部の指導員の練習では、それも大きいですね、今考えたら。なんかね、普通のこの突き切りだけじゃないよ。そうですね、やめかかんないですからね。やっぱそこで柔道やってる先輩に投げられて締められたり、そういうのありましたからね。それもありますよね。はい。で柔道やりたかったんですよ。あ、そうなんですか。もう柔道は昔からやりたいなと思って、それ柔道と近くの柔道場に連絡したら「黒帯持ってますか?」って言われて「いや持ってません、素人です」って言ったら「じゃあダメです」みたいな。それで合気道を始めたんですよ。はい。柔道やりたかったんですけどね。僕柔道すごい強いなと思ってますんで、空手やって柔道やればものすごい強くなるな。だから大道塾も同じ考え方ですね、空団は。そうですね。ぐらい柔道っていうのはちょっとすごいなと思ってましたから。その日本空手協会の本部の指導員稽古、はい、正式名称は指導員稽古。指導員稽古ですね。指導員稽古っていうのは週に何回やる？月曜日から金曜日までですね。
毎日毎日毎日仕事ですから。じゃあ毎日午前中に指導員同士がガッツンガッツンやってるわけなんですか？そうですそうです。はい。もう60になっても60やってますよ。それはもちろん全部全部よりちょっと少ないぐらい、例えばじゃあはい50っつったら我々は40とか自分で調整したりそういうのはありますけどね。すごい世界ですね。でもあれがあるから自信になりますしね。あれがあるから今でも動けると思ってますから。確かに。はい。中先生より先輩の先生も出てる。もちろんです、もちろんです。先生方先輩方みんな動いてますからね。毎日ってすごいですよね。やっぱすごいですよ。やっぱ職人ですよね。確かに職人ですよね。毎日少しずついろいろ決めていって少しずつ。これにも書かせてもらってますけど、若い時は分かんないですから力いっぱいついて力いっぱい蹴ってたんですけど、で上の先生とか先輩たち手抜いてんのかないいななんて思うじゃないですか。違うんです。やっぱ抜けてくるんですよね。やっぱり無駄な力とか無駄な動作とか排除されてきますんで、やっぱその年に合った空手ってあると思うんですよ。みんなが同じじゃなくてですね。でも中先生はこの選手長くて拓大空手協会厳しいところで徹底的に強さを求めていったんですけれども、それは一武道家として一競技者としては非常に素晴らしいことだと思うんですけど、やっぱりどこからか指導者になったじゃないですか。つまり自分の道場を持って生徒さんを教えるって時は、その試合に勝てっていうだけではもちろんですね。なんかでも例えばその道場教える側になっての苦労話というか、最初はこうだったけどちょっと大変だったとか、なんかそういうのはありますか？あります。やっぱり県立で卒業してまだね大学生2年目じゃないですか。で来てる人たちはやっぱ社会で活躍してる50代60代の人たち、その人に指導なんかしていいのかなっていう、まずそこあるじゃないですか。一応空手の先生だとしても向こうはもうね今までずっと人生築き上げてきた人たちで社会で活躍してる人たちに対してすごいそれは緊張しましたよね。である時僕言ったのは、稽古終わってお酒飲み行った時に中先生って言われるんで、いやもう先生やめてくださいって、皆さんのもう全然社会でね活躍されてるっていう、じゃあ先生って道場だけの先生なんですかって言われたんですよ。いや私はもう先生だと思ってますので。そこでもう強いだけじゃダメだなと思ったんですよね。その時にいろんなことをもう全部吸収して人間的に大きくならなきゃいけない、人間的に強くならなきゃいけないなっていう、そういうふうに思いましたね。それは本部での指導の？そうです、本部の指導の時ですね。ですね。それまでは20代の頃。そうです。だから先生と呼ばれるような存在にならなきゃいけないんだなと思いましたね。そのためにはどうしたらいいかなって考えましたしね。次回は中先生自身の道場太子塾についてお楽しみに。